こにいるかい、フラグちゃん。はい。俺はもうダメみたいだ。故郷のモブミに俺は立派にやったと。そんなの自分で伝えてください。モブミ、誰よりも君の美しい麗しいおっぱいが好きだったと。だから自分で言ってください。無謀さんの傷は私をかばったせいなんですから、私が絶対助けます。いいんだ、故郷に恋人がいるのって死亡フラグなんでしょ。そうですけど。俺は置いていっていいよ。後で絶対追いつくから、ここは俺に任せて。ああ、もう死亡フラグを増やさないでください。甘いな。生存フラグさん。故郷に恋人、後で追いつくからここは俺に任せろとモボウが立てた死亡フラグは3つじゃが、死亡フラグを立てすぎるのは逆に生存フラグなのじゃ。このまま病院に連れて行ってやる。これでフラグ回収完了じゃ。よかった。よくないじゃろう。またフラグ回収に失敗しよって、それで本当に立派な死神になれるのか。ただフラグ回収するだけが私の目指す死神じゃないんです。私は私の方法で立派な死神になってみせます。そうか。そんなことがあったんだ。技術はまだまだじゃが、操なりの芯が見えてきた。そこは褒めてやってもよいじゃろ。なんじゃその目は。しーちゃんがいないところだと素直だなって思って。はあ？ちゃんと本人にも言ってあげなよ。あれは絶対似合うんだけど、なんで私がチンチクリンのために。でももうすぐ誕生日だし、年に一度プレゼントぐらいはしてあげないと。君、しーちゃんの誕生日プレゼント選んでるんだ。へえ、意外じゃな。レンレンにせいちゃん、これは違うのよ。たまたまあいつに似合いそうなのを見かけて、たまたまもうすぐ誕生日だって思っただけで。しーちゃんのことよく見てんじゃん。違うってば。でもしーちゃんの誕生日がもうすぐなのは本当だし、今年は僕らでパーティーを開こうよ。レンレンが言うならやってあげてもいいわ。まあ年に一度ぐらいのね。住んでるしかない。まあいいや、それじゃあ早速準備しよっか。もうすぐ誕生日だね。当日は楽しみにしててよ。パーティーは明日ね。飾り付けもケーキも頑張ったんだから、喜ばないと許さないわよ。パーティーってそういうことじゃないじゃろ。あれ、レンレンどうしたの？前にしーちゃんに送ったメッセージまだ既読ついてなくて、珍しいなって。気づいてないんじゃないの？あやつに限ってそんなことあるか？そうなんだよ。しーちゃんが返事しないのって初めてだから。君たち、ナンバー269がどこにいるか知らないかい？なんじゃ、あやつを探しておるのか？新作 T シャツを試してほしくて連絡したのに全然既読がつかなくてね、ちょっと心配になったんだ。貴様が未読無視されるのは当然としても。ちょっと嫌な予感がするね。せっかくの誕生日前に心配かけてんじゃないわよ。しょうがないから探してあげるわ。僕も探してみるよ。ほんと世話が焼けるんだから。チンチクリン、どこ行ったの？しーちゃん？ねえ、誰かしーちゃん、ナンバー269見てない？どこに行ったんじゃ。こんなにみんなが心配しておるのに黙っておるなどあやつらしくない。まさか仮想世界のトラブルで帰ってこれなくなっておるのか？これはなぜこんなものが落ちて。死亡フラグ！なんなんじゃ、一体どういうことなんじゃ。何これ。これ何なのよ神様。さっきまで手以外消えてたんでしょ。それじゃあこのまま全身消えちゃったら。わからないんだ。ナンバー269に何が起きているのか何も。神様にわからなかったら誰がわかるのよ。ごめんね。僕は君たち天使と死神を作った神様だ。だけど作った君たちが死ぬのか消えるのかどう終わるのかは実は僕にもわからない。もしナンバー269が消えようとしているなら、その理由は僕にもわからないことなんだ。じゃあ黙って見てろっての？ずっと昔、ナンバー1を作るより前に一緒に仕事をしていた死神がいたんだけどね。
彼女は僕の目の前で消えていったんだ。あの子はもう役目を果たしたから消えるんだとそう言ってた。チンチクリンも役目を果たしたっていうの？ありえないわよ。まだまだ頑張って立派になることを目指してるのに。僕もそう思うよ。でもあの子の霊から仮説を立てることはできる。死神の終わりに役目が関係しているなら、ナンバー269はあの子の逆で死神の役目を果たせていないから消えようとしているのかもしれない。ただ回収するだけじゃない、違う道を探すと言ってもう随分回収ができていなかったから。ふざけ。言いたいことはわかるよ。でもこれはただの想像だし、しーちゃんを助けるためにも可能性は全部考えなきゃいけないんだよ。でもこいつはずっと頑張っておったの。せいちゃん。ただ回収するのが死神じゃないとあやつがそう言ったのが嬉しかった。成長しておるんじゃと思った。じゃがそれで役目を果たせずに消えるくらいならわしが言ってやるべきじゃった。黙って何も考えず死神の役目を果たせとわしが言えればこんなことには。どうしたの？なんかさ、すごい顔してるけど。話聞くよ。何でも。貴様には関係のない話じゃ。そっか。死亡フラグが危ないんじゃ。消えてしまいそうなんじゃ。すまん。あまりにも都合がいいのは分かっておる。でもわしにはもう貴様の幸運に頼るぐらいしか思いつかん。貸してくれんか、貴様の幸運を。頼む。何言ってんの？友達にお願いするのに頭下げんなし。言われなくても何でもするって。すまん。そうじゃないっしょ。ありがとうゼナ。じゃーん、ここでナナちゃんのご登場だい。やめいそのテンション。話は11から聞いたよ。それならうち死亡フラグちゃんを助ける方法わかるかも。本当に？死亡フラグちゃんが役目を果たせてないから消えるかもってことでしょ。それならさ。そんなことでいいのかな。筋は通ってるか？何でもいいわよ。とにかく試せばいいんだから。あんたはチンチクリンのくせに生意気で、たまに私よりモブ君を分かっててほんとうざったいけど、あんたに負けたくないからモブ君のためにもっと可愛くなろうって思う。もっと綺麗に素敵になろうって思うの。だから絶対行かせないわよ。しーちゃんがいないと僕つまんなくなっちゃうよ。それだけじゃなくてさ、優しくっていつだるがらみしても受け止めてくれてさ、実は結構助かってるんだよ。置いてかないでよしーちゃん。本当に聞いているのか。そう、次はせいちゃんだよ。死亡フラグよ。貴様は優しいを通り越して甘ったれて、いつまでたってもフラグ回収のできん落ちこぼれじゃ。あれ？何言ってんの？少し前まではそう思っておった。じゃが貴様は違った。優しいのは貴様が強いからじゃ。人を思いやる強さがあったんじゃ。その貴様を見てわしも少し変われたと思う。でもまだじゃ、まだ途中なんじゃ。わしも貴様も。じゃから帰ってこい死亡フラグ。ハッピーバースデーしーちゃん、おめでとう。おめでとう。今日ぐらいは祝ってあげるわ。皆さん本当にありがとうございます。パーティーもそうですけど、私のために。その話さ、あんまり楽しくないからまたにしよう。今日はめでたい日なんじゃ。何も考えずに祝われておけ。でもああ、もうめんどくさい。言いたいことがあるならケーキの感想の後にしなさい。おいしい。よし、それでいいのよ。次は飾り付けの感想じゃな。それにプレゼントの感想も聞かねばな。あ、でもせ
せいちゃんがしーちゃんを本当はどう思ってるかだけは早めに教えないと。それは言うな。自分で言うから。ほう、みんなありがとうございます。今日はもう何も考えず思いっきり楽しみますね。こうやって4人で笑えるのもナナのおかげじゃね。死亡フラグちゃんはちゃんと役目を果たしてるって言えばいいんだよ。みんなが思ってる感謝とか大切に思う気持ち、死亡フラグちゃんがいなきゃダメってことを伝えれば、役目を果たしてないなんて誰も思わないよ。そんなことでいいのかな。まだナナの隣に立てる天使には慣れておらんが、死亡フラグ貴様と共にならいつか必ずなれると思うんじゃ。11、やっとまた話せたけど、やっぱりまだ壁を感じるってか、遠慮されてるよな。やっぱり死亡フラグちゃんにいなくなってもらうしかないのかな。